皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回はですね、音声を塚田恵梨香女流初段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私が後手番ですね。対局開始。また2段の方ですね。初手ね、7八飛車戦法が得意戦法ということだったので、もしかしたらね、初手から7八飛車と回ってくるかもしれない。ちょっとね、長考なんですけど、もしかしたら回戦の都合かもしれないので、心配です。大丈夫でしょうか。大丈夫でしたね。7八飛車ではなく5六歩ですね。これは中飛車を目指した手ですね。さて、どうしますかね。私はじゃあ3四歩ついて。結構ね、昔、私が本当子供の時ね、かなり昔なんですけど、その時はこうね、中飛車戦法ってのはちょっと奇襲戦法みたいなね、時があったんですけども、今はね、結構普通のにもう有力な戦法としてね、認知されてますよね。で、5八飛車。ここは私も分岐点ですね。飛車を、相振り飛車に飛車打ってもありますし、5筋のこう受けとく手もありますし、こう、ちょっとね、じゃあ、5筋の位をね、譲る指し方でいってみますか。これ5四歩とつくと、5筋位取りを防ぐことができます。そうですね。で、じゃあ、飛車道をついて、ここも5四歩とつけばね、そうですね、これ5五歩で玉を上がってと。これ5五のね、位を取らせる、形で、対策した形ですね。さて、そうはしてみたものどうしますかね。いろいろあるんですけれども、穴熊にする手もありますが、ちょっと持久戦調にいってみますか。長恋にして。で、4四歩とついてね。ここは4二銀と上がったりして、急戦策までございます。5四歩ですか。これは積極的な手ですね。同歩同飛車を狙ってます。ただこれね、金を上がるのが手筋ですね。これ、同歩同飛車と取る形より、金を上がってこうなって同銀の方が少し得をします。これね、解説編の方でできればなと思うんですけれども。はい。で、6八金と上がってきました。これどうしますかね。こうやってきたので、ちょっと予定を変えて急戦調にするっていう指し方なんで、ちょっと銀上がってみますかね。これね、角上がるとじっくりした、将棋ですね。今ちょっと5四銀はちょっと予定変更ですね。3三角と上がって2二玉とね、寄って、深く囲う手もあったんですが、ちょっとね、大胆にいってみますか。ね、こう打ってね。これどうですかね。これは5筋の位を取られてたんですが、今度一転して自分の方でね、位を張ってという指し方です。で、銀上がりましてね。相手の方のね、5筋の歩交換に、逆用してまではいかないですけどね、乗じて、こう、自分の方が盛り上がっていくということですね。はい。ただ、相手の方の大砲ですね、要するに飛車がですね、真ん中にいますから、なんていうんですかね、あんまりこう、油断してるとね、あっという間にこの位がね、負担になることも考えられるので注意が必要ですね。今、金上がって、こうね、銀が2枚並んで、こう、となってくると安心なんですけど、最初の方はね、角と銀で支えるような格好だったんで、この5三まで銀が来ると、場合によっては4四銀という形で3枚目でね、補強できるので、安心な形には一応なりましたね。持久戦の感じになりましたね。さあ、これでどうか。私の方はね、玉を固く囲う予定だったんですが、相手の方がね、早めの5筋の歩交換を来たので、予定変更して、逆に相手の方の歩交換を、逆用する形で、こう、中央に厚みを作りました。ただね、こう、厚みを作ったんですが、中央にね、相手の飛車がいるので、これ以上ね、なんていうんですかね、さらにこう、攻め込むっていうのは難しいような形ですね。今、6五歩はちょっと欲張った手です。これね、7七桂と飛ばれると、6五歩交換がしにくくなるので、今、桂馬がね、飛ばれる前に、こうね、銀を引いて、こう、歩交換をしとこうという、済ましておこうということですね。で、桂馬を飛んできました。さあ、どうしますかね。これは難しいですね。私のもいい形なんですけれども、具体的にね、どうやっていくか。さあ、こう一回上がっておくような手もありますね。桂を飛ぶ手もあります。桂馬を飛んできますかね。3七三桂と。
あ、これそうか、9九飛車とね、もしかしたら回ってくるかもしれないですね。今ちょっと解説してなかったんですけれども、こう地下鉄飛車の形で9五歩と同香とね、攻めてくる手があるので、まあこう桂馬を飛ぶときはね、常にこう桂頭は気をつけた方がいいですね。今桂馬を飛んだんですけれども、7五歩とね、ついてこられる、可能性があります。相手の方こう思っているんでね、7五歩とついて、同歩ならば7四歩という狙いですね。で、この場合はですね、7五歩には8四飛車と、飛車の力で、桂の頭を防ぐということですね。で、相手の方のようにね、こうやって銀の横に、桂馬の横に銀がいる形ですとね、桂頭っていうのはすごく攻められにくいですよね。まあ具体的に言うと私の方が7五歩とついてもね、同歩と取られて何事も起こらないので、まあこういうふうに銀がいる形では桂馬というのはね、ある程度、なんていうんですかね、気楽に飛んでも大丈夫なことが多いんですけれども、まあこう桂頭にね、こう今のところケアがない状態で飛ぶときは、まあ常に桂の頭をね、狙われたらどうしようかということをね、念頭に置いて指しておかないと、攻められてからね、困ったってことに、ね、なりやすいです。桂馬は特にね、戻れないんでね、こちら来ましたか。この手はちょっと勝負手気味というかね、ちょっと微妙っていうか、ですね、善悪が微妙というか、ですね、手としてどうかですね、こう、中央のね、厚みところなので、私の方としても、これね、なんか銀出ていったりする手があればですね、ただ合格で大丈夫かな、なるほど。まあこれ例えばですね、今言ったら微妙と言ったら4五銀と出てきたところに歩を打ったりね、この銀に近いところに頭の悪い角でいくと、逆にね、厚みを作られがちなんですが、本局の場合は4五銀に5五角かわす手があったんで大丈夫そうですね。なので、私はちょっとこう打ちましょう。まあ、こうなればね、不交換になるので、4六も立派な手だと思います。ただ、こう4六にね、後々桂馬を打つような手が出てきそうな気もしますね。具体的にいきますと、今、こう打っていくんですけど、歩を合わせまして、それで先ほど歩を交換したところなんですけれども、もう一回歩を打って、狙いとしてはこの7七の桂馬と7三の桂馬を交換してしまおうということですね。同歩、同桂、同桂、同銀となれば桂交換です。でですね、桂交換したときに、シンプルにですね、この歩を打つ前の局面ですね、桂を交換する前の局面でもし自分が桂馬を持っていたらね、どういうところに使えるのかなってね、イメージしておくとすごく良くて、この場合ですね、桂馬を持っていると5六桂と打てば角銀両取りですよね。でまた4六にもね、桂馬を打つ手が一応記述としてできているので、桂交換がね、私の方が良さそうだなってことですね。で、銀上がってきました。さあ、どうしましょうか。これはね、5六桂と打たれると記述しつつ、上部に厚みを作りました。私の方がね、こうじっくりね、厚みを作ってきますかね。こうね、こう並べてベタベタっとね。これが私の駒が多いのでね、銀が引くしかないですね。で、銀を上がっていきましょう。これでね、先ほどと違うのが、銀がこう6七から5七に移動したことによって、皆さんお分かりいただけますかね。この銀の位置が変わると、今度ね、弱点が相手の方なので弱点ができたんですね。どこかっていうと、この桂の頭ですよね。先ほど対局中のね、先ほど解説したんですけど、6七に銀がいる形ですと、7五歩同歩ね、7六歩って手がないよって話をしたんですけれども、銀がね、こう横に動いたことによって、7六の地点のこの桂の頭がね、にわかにこう弱点になってきてますね。で、私の方が銀が逆にこう守りましたんで、桂頭が楽になったんですが、相手の方とするとね、その桂の頭が弱い。いや、強い方ですね。この手は素晴らしいですね。そういう意味で歩を打ったんだと思います。これで同歩同銀歩を打ってね、6七銀と戻ろうってことです。いや、非常に強いですね。この手いい手ですね。そうそう、この手があるんですよ。で、これ同歩同銀直で5、6、これいっぱいいるところになんで打ってくんだろうと思われるかもしれないですけど、取ると同銀で取られ、同銀直で打って歩を打ってね、6七に戻ろうとしてるんだと思うんですね。銀横に行けないんですけど、手品のように横に行こうってことですね。いや、これはね、非常にいい手ですね。はい。いや、いい手ですね。いい手ですね、これね、2択ですね。7五歩と、収めちゃう手もありますし、7五歩とついて取って5六と取る手もあります。取ってみますか。これね、多分同銀直なんですよ。いや、非常に相手の方強いですね。風車鋭い手ですよ。これね、同銀多分直で取ってくると思うんですよね。で、歩を打ったら銀を引いて、桂頭を守ろうってことですね。私の狙いが見破られてました。はい。で、これでね、桂頭を持って突きたいんです。すぐ5五歩という手が怖いんですよね。いやー、これは素晴らしいですね。ちょっとどうしようかな。ちょっとこの辺でちょっとね、ちょっと戦いにしてみますか。5五歩と打つと無難でした。5五歩と打って6七銀と引かして、またじっくりさせてもあるんですけど、これでね、こうやってちょっと、これはね、
いわゆる戦い辞さずの構えです。これ8六と突いておいたのは、同飛車と行く意味ではなくて、一回突いておいてね、いつでもこう飛車を走れるようにしたんですね。で、今6六って突いたんですけど、これね、非常に強気な手です。なぜかと言いますと、次に5五歩でね、銀を召し取ってしまおうということなんですよね。で、5五歩と打たれる傷があるんですけども、打ってきなさいということですね。これ5五に歩を打たれて、6三銀と引くようでは、もうこの銀が大威張りになってしまうので、5五歩と打たれると私、同銀って取る形なんですよね。ということは、もう駒交換が確定の状況です。で、駒交換になってもいいので、もう攻めてきなさいという大胆な手ですね。大胆というか強気な手ですね。ただ5五歩と打ってしまうとね、無難なんですが、6七銀と引かれた後に、今言ったね、桂の頭を狙う、先ほど言った桂の頭を狙うという狙いが消えてしまうので、まあ、長い戦いになるんですけれども、私の方としても明確なね、ビジョンが、また探さないといけないということになったので、ある程度リスクは抱えるんですけれども、こう決戦に行こうということですね。この6六歩は相手の方のね、相手の退路を断って、もう攻め合いになることを覚悟した手です。はい。もちろんね、ここに5九に飛車というすごい強い駒が中飛車いるんで、危険な手でもありますね。繰り返しなんですけど。で、今ここ中央が飛車と相手方銀ですね。で、私は銀、銀、角と3枚いるので、こう3対2なのが一応救いですよね。飛車がすごい強いけど、飛車銀に対して銀、銀、角とね、こう並べて3枚で3対2の形を作っているので、こう中央がある程度持つんではないかなと。そういうことですね。結構ね、将棋は数の原理っていうかね、どちらの方が駒が多いかっていうのはとても大事なことで、はい。で、6五歩とこちらで打ってきましたね。これ銀がバックしてしまうと5五歩と打たれて、銀がね、下がると角銀対飛車銀でね、2対2になってしまうので、銀が下がると5五歩と打たれてしまうので、これ下がれないんですね。ですので、私の方銀出るんですね。これがだからもう、同桂と取る手もあるんですけど、同桂は同桂同銀で、ここで戦いのと飛車なられます。これ解説編でできればと思います。で、前に私の方怖くても出るしかないので、なのでリスクがあるということです。はい。これ6四銀と打つ手がね、ちょっと嫌な手なんですけど、どうでしょう、やってこられちゃうかな。非常に嫌です、6四銀ね。それを打たれるのをちょっと恐れてるんですが、この6五に拠点ができたんでね、こちらです。これを手数によってですね、これも角で取るしかないですね、怖いけど。同銀ですとね、飛車成られちゃいますし、同金ですとね、非常に形が悪くなるので、角で取りました。ただ、こう中央に対して厚みが、当たりが強くなりました。具体的に言うと、例えば6四銀と打って5五銀と取った後に角取りになるとかね、あります。ただ歩を打ったことによって角がね、こう玉の逃げ道をちょっと壁していた角がこう、ね、上に脱出したという意味でいい形になったとも言えます。で、私の方は手番が来れば5八歩と打つ手が、狙いになりますね。5八歩と叩いて、同飛車だと4九銀と6九銀両方にこう割り打ちどちらか選べますね。打つ手があります。これね、以前の、動画でも上げたんですけれども、中飛車に対してこう飛車の頭に歩を叩く手っていうのはね、非常によく出てきます。なので常にね、狙っておくといいと思います。逆に言うと中飛車側はこの5九に飛車がいる形が非常にいい形なんですね。5九に飛車がいると、金のね、弱点をこう飛車で、ね、守ってる形が作れるのでね、はい、やっぱり金打ってきましたね。この手嫌なんですよね。桂も取られそうなんでね。さあ、ここですよ。これをね、やられると思ったんですよね。どうしますかね。いやー、難しい。同銀同歩は歩成りと飛車成りが残るんですよね。同銀取りますか。で、飛車を成ってくる手もありますね。ここ難しいです。飛車を成ってくる可能性もありますね。同歩ですと、銀、駒損回復を優先させる手です。飛車を成れば銀は損するけれども、先に飛車を成ろうって歩抜き同歩ですね。そうですね。いや、強いですね、相手の方ね。で、歩成りと飛車成り両方狙いがあるので、私の方としても、指し手がね、難しいところです。もうベタって抜いちゃいますかね。これね、ガチンと。これはね、叩いていっても、5八歩と打ちたいんですけど、同飛車で4九銀に、5一飛車成とね、成られたときに、飛車がね、こう銀割り打ちしたけど飛車が成られてしまうので、ちょっと効果が薄いんですよね。できれば5八歩同飛車4九銀取ったときに飛車を成らないで、ね、引かしたりできるとすごく効果的なんですけど、この場合飛車をね、手順に成られちゃうので、こう、ちょっとね、重めの手なんですけど、先ほど伸ばした6六の歩のね、拠点を生かして、6七銀と打ち込んでいきました。これは駒得をね、目指した手ですね。そうですね、これで歩を成って、この角がね、取れそうだってことですね。飛車成ってくると思うんですけど、これでね、角を取ってしまって、ね、金を持たれてると3一金っていうのは厳しいですけど、銀2枚なのでね、角を取って駒得になりました。
そうですね、歩を成って、さあただ難しいですね。これはね攻め合いですね。これねこう突き見てますか。これね寄せ合いです。ここから寄せのポイントですね。こう4六歩と突くのが手筋でして、この金銀の連結をね解除しておきます。で解除してから根元の金を狙います。そうするとこの銀がね守ってるとこう金取った時に同銀なんですけれども、味付けですね、歩を突いて同銀で解除しておくことによってより4九銀を早くね効果的にするということで、こうと金を追ってねリズムがいいですよね。これもし4七銀がいると同銀と取られてね受けられちゃうんですが、銀が上ずったことによってね、リズムよく攻めます。これ優勢になりましたね。私の方もこう迫られてるんですけど、この8二の飛車が、守りに効いているのと、気をつけないといけないのがこのね金持ち物金を使って攻めていった時に相手の方に金を持たれると、3一金という手があるので、それは常に考えておかないといけないですね。今相手の方銀2枚なので現状ですとね3一金と打たれる形はないんですが、今銀を打ってきましたね。そうですね、これがでも詰めろですかね。どうでしょうか。4二銀成同金で、3一金と打っていく手があって、それが詰まなければ4八とで勝てそうですね。詰むか詰まないか、一目は駒が、少し足らなそうな気がしますけどね。ただね詰む可能性もあるので考えるとですね、これ4八と取るともう一気にね相手の受けなしなので、あとこう角が利いてるんで詰みがないかも考えた方がいいですね。これねギリギリ詰まないんですかね。角を打って同玉取ってね同玉、4八と取りますか。これで私の王様が詰まなければ勝ちという、シンプルな速度計算ですね。で、同金で取りまして、金と銀が入れ替わったことによって3一金という王手が発生しております。この3一金という形を打たれると私の王様持たないんですが、この場合はもう相手の王様にね、詰めろに必死に近い詰めろがかかっていますので、もうこれ打たれてもね、これ打たれるときはもう決着の時と思っていいですね。こう逃げてね、もうこれもうガタガタ、私の王様ガタガタなんですけれども、このね先手の王様が、受けがない形なので、もう打たしてしまってね、一手勝ってしまおうということです。銀打ちですか。これは、同玉と取っても飛車が利いてるんで詰まないかもしれませんが、上に上がった方が安全ですかね。駒がねしかないので、同玉も詰まなかったと思います。そうですね、取りました。これね、角がこう効いてるんでね、分かりやすい詰みになりそうですね。これ銀にならないと思うんですよ、絶対ね。ならずだと、王手にならないですね。で、金を打つと、詰みになりましたね。角が効いてるんでね。ありがとうございました。勝利勝利。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズの、実況対局編をお届けいたしました。戦型がね、相手の方の先手中飛車に対して、私がこう持久戦をね目指したんですけれども、相手の方のね素早い、歩交換にねちょっと予定を変更しまして、中央にね厚みを築いて戦うね、対抗策で挑みました。近年はですね、多分アマチュアの方、プロもですけどね、やっぱり玉が硬い囲いが、非常に人気があるので、穴熊や左美濃といったね、より持久戦調の将棋が多いと思うんですけれども、本局のようなね厚みを重視した戦い方もねぜひぜひ参考にしていただいて、ご自身のね実践で生かしていただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。